はい、こんにちは、増田です。急に夏が終わって秋が来て、早速秋の長雨じゃないけども雨が降ってるんで、今日あたりはだいぶ涼しいんですけども、表で撮影ができないんで中で撮ってますけれども、今日の話は生物多様性ということをよく言いますけれども、その言葉の本当の意味というか捉え方とデザインとの関係について考えてみたいと思うんですね。で、我々が生物多様性という時に、とかく考えてしまうのは、人間が何かを使うとか、生きていく上で他の生物ですね、植物であったり動物であったりとの関係というふうに考えがちなんですね。で、その生物界が、いわゆる生態系ですよね、エコロジーが多様性に満ちているということは分かってるんですけれども、その多様性を損なわないで物事を進めていかなければいけない、そんなふうに考えるわけですけれども、実はこれはですね、落とし穴があって、どうしても人間というのは人間という一つの生物、一つの種でしかない一つの生物と、それ以外の一体どれだけ種類があるかわからない莫大な生物種等を区別して、人間の方からそれ以外を見るという、そういう視線あるいは視点を取るんですね、取ってしまうんです、どうしても。でこれは非常に傲慢な話で、向こう側という、あえて言い方すれば、彼らから見てみればですね、人間というのはただ一つの種でしかないわけで、数えれば数えられるというぐらいの数、個体数なわけですよね。でところが相手はですね、まさに多様であって、我々その全てを知ってるわけでもないし、ごく身近に観察できるもの、あるいは都会にいればほとんどそれすらほとんど観察しない生き物といったらば、自分家の猫とか犬とかですねせいぜい金魚ぐらい、あるいはカラスとかですね、そんなもんですね。そういうふうに考えると非常に抽象的に生物というものを捉えてしまうんですね。そうなると何が何だか分かんない、多様性といったところでなんか身近なもんではないような、そんな気がしてしまうわけですね。でどうやって実際の状況を認識できるのかっていうのは大切なことなんです、実は。だから我々は全て混じり合っていて、いろんな虫がいて、いろんな動物がいて、いろんな植物がいて、それが お互いに食物連鎖の中で食べ合って、生命を維持しているわけですね。しかもその多様な生命を維持しているというシステムがあるわけで、人間もその中に混ざっているという感覚だから、隣には誰々さんがいるんじゃなくて、何々という草があって、何々という花が咲いて、何々という虫がいて、で、家の中には部屋の中にたまにゴキブリも出てくるし、蚊も飛んでくるという状況をもうどうやって認識したらいいんだろうと、そこが非常に大きな問題だと思うんですね。で一つにはこれは教育だと思います。やっぱり子どもの頃から、そういういろんな生き物と触れ合うというか、その中で暮らすと、そこで怪我をしたり虫に噛まれたり、いろんなことを知ってお互いの環境を知っていくという、植物にかぶれたりですね、食べてみたり、全てが抽象的になっていかざるを得ないとかあるんですね。でもそうするとですね、例えばデザインの話にしてみると、我々が着てるこういう繊維ですね、これが何なのか、でそれがどこから来てどういうふうに育てられて、でそれを育てることで実際の生態系の中で何が起きていて、でどういう植物が実は排除されて、こういうものを育っているのかとか、あるいはそれを染めている染料っていうのは何の植物が取っているのか、あるいはどういうケミカルなのかとかですね、あるいは食べてるものもちろんですね、我々が食べてる全てのものっていうのは、ほぼ生命体なわけですから、食事のお皿に乗っちゃってるけど、それはちょっと前まで生きてた果物であり、
野菜であり穀物であり、鶏であり牛なわけですよね。豚もいます。で魚もいますよね。その魚ついそこで釣ってきたものかもしれないわけで、食べ物それが加工されてどうなってで我々はそれを食べるわけだけども、で家とか家具とかそういうものもそうですよね。我々が何か物を作るときに材料を使う、その時にどういう素材で作ろうかって吟味するわけですけれども、その時に人工的に作られた素材が非常に多いわけだけども、自然の素材を使おうというふうに考えた時に、例えばそれがどこで採れたもので、どのようにして加工されたものか、例えば竹であれば竹がどこの竹林にですね、どんなふうに植わってて、でそこはどういう状況なのか、その中でなぜわざわざこの竹を刈るのか、刈っていいのか、で刈ったところで実はもうご存知のように竹を刈ればですね、その中に虫が住んでるんですね。でその竹の虫がここを住処にして食べ物にして暮らしている、それを我々は切ってしまうわけですから、それがどういうことになるのかね、どういうことになるのかっていうのは彼らにとっては迷惑ですけれども、切った竹に虫がいて穴だらけになっていればですね、それも使い物にならないわけです、我々の方からしてもですね。でそういう関係っていうのは常にあるわけです。でそのことを理解した上で、素材を選んでるか、加工法を選んでるか、仕上げにどういう塗料を塗ってるのか。だから衣食住すべて、実は自然の生命体との関係の中で成立している。それを理解した上で我々はそこから何かを持ってきて、でそれを使う、で物を作る、で売る、で今度はそれが売れていくときにどういう宣伝の仕方をして、どういう説明をしてぜひ買ってくださいというメッセージを発するかですよね。でそこできちんとした情報を伝えられていれば、あとはそう選ぶ人が倫理的な判断もあるでしょうし、あるいは自分の健康、自分の生命としてのですね条件の中で適切なものを選んでいくことができるわけですけども、それを適当にですね、最高に美味しいよとか、これめちゃくちゃいいんだよとかかっこいいんだよとかっていうわけのわかんない言葉で宣伝して売ってしまうと、その裏で一体どういうことが起きてるかっていうこと全然わかんないんですね。この辺でも今日は雨ですけども、昨日、すぐそこの、裏の葉っぱの裏でですね、フクラスズメの幼虫が一生懸命、ご飯を食べてました。でそのご飯を食べてる彼ら必死で一生懸命食べて、で大きくなって太くなって、でやがてカマキリに食べられたりしながら生き残ったのは羽が生えてですね、で、蛾になって飛んでいってまた卵を産むんでしょう。だけどその前の何週間前に我々はそれを草刈り機で一生懸命買ってたわけですね。それは他のビデオでも話しましたけども、やみくもに買ってしまう。でもしそれが刈られていたら彼らご飯ないわけですよね。そうするとそこで、生きることも卵を産むこともできないという状況が生まれてくるんです。でそのことを考えると、じゃあ草刈らない方がいいんじゃないかっていうふうにさえ思えたりする。でそんなことをもうやっぱりいろんな中で思いながら行動を決めていく、デザインをしていく、ものを作っていく、でそれを消費していくという関係をしっかり見ていかないといけないというふうに思うんですね。でそれがいろんな生き物に対する我々の隣人としての、あるいは仲間としてのね、務めというか責任のような気がします。それを考えずにですね、強いものは勝つんだと言ってしまえばそれっきりで、我々がもう本能的にどんどん食べたいものを食べてですね、伐採し尽くして中を作ってゴミにして捨ててしまってということでいいんならね、それでいいんだよっていうことであれば、それはそれで構わないんですけども、もしそうなのであればですね、やれ生物多様性だとか、エコがどうだとかですね、サステナブルがどうだとか、エシカルがどうだとかっていうことは言ってほしくないと僕は思うんですね。なんかそういう呪文のようなことが言えば、
全てが許されるというふうに思ってるんだとすれば、それはあまりにも安易なわけですね。でそれをきちんと情報として整理して、判断をし、そして行動に結びつけていくと。ちょっと時間がかかるし、面倒くさいし、リスクもいろいろあるし、間違いも犯すでしょう。だけど少なくともそういうものの見方で努力をしていくということはしてもいいんじゃないかな。そのくらいのことは人間がもし多少でもですね知恵があると思うならばしてみたらどうでしょうか。そんなことを考えてですね、ちょっと今日は雨で、暗いので、あまり明るい話にはできませんけども、こんなところで許してください。それじゃあまた。ありがとうございますだ。